12月も超えて今年ももうわずか、2022年の登場したキャラは全部が色々と規格外だった。その中でも今回飛び抜けて時代を変えてきたキャラを解説していくぜ。2022年の革命者は気になりすぎますのでよろしくお願いします。それではまずはじめに紹介する、2022年革命者の一人は、ハンター狩りの吸血鬼フランドール・スカーレット。巷では非風フランと呼ばれていますよね。そう、2022年1月1日開催の異色異能のバーサーカー超フェスで初登場したキャラクターで、東方ロストワードのストーリーの一つである非風ロストワードの記号 E 級偽りの楽園を求めてに登場する、運命を歪められたフランドールなんだよ。なんだ、その中二秒間くすぐられる究極的すぎる設定。ああ、見た目でわかると思うんだが、設定デザインともに非常に二次創作感たっぷりなキャラとなっていて、年明け早々小さな悪魔霊場レミリア・スカーレットと共に神ガチャが登場。さらにその後続々と優秀な2周目キャラや前回の授業でも紹介した最強のサポーターナズーリンや、17歳悪魔ゆかりも登場し、数々の収集家のお賽銭箱を空にさせてきた。なんだったらお賽銭箱も引き取られましたよ。ちなみに非風ロストワードとは、文字通りに非風クラブであるレンコメリーの2人が登場する、メインシナリオとは異なるもう一つのストーリー。ロストワードの F ストーリーというだけあって、メイン探索とは違うパラレルワールドの物語となっていて、ロストワードのストーリーにおいて重要な旧作キャラについて語られていたり、なんと旧作レイマリも登場しましたよね。そしてこのフランドールは本来のフランドールとは異なり、コストパフォーマンスの悪化を代償に、破壊の衝動と実能力をその歪みを利用して抑え込むことによって、より使いやすい形に変換しているようだ。つまりは能力を自分で抑え込むことができるようになったフランドールですか。このフランはそのような吸血鬼ハンターたちへ専門的に対処することを主な役割としていたんだよ。なかなか話が難しいですね。ちなみに登場 PV ではあなたは吸血鬼それともサンポールと問われるんだ。まさかの賛成で壊す系ダンピールとは、東欧やロシアの伝説に登場する、吸血鬼と人間の間に生まれた子供を指すんだぜ。外見は人間と変わらないが、不死の吸血鬼を殺す力を持ち、吸血鬼を探す能力に長けていると言われているぞ。短命なことが多いが、成長することができたダンピールはその能力を利用して吸血鬼ハンターを生業とすることがある。だからフランはわざわざダンピールかと質問してきたのですか。ちなみにハンターだった場合はすでに赤い噴水にされるようだ。カゴメのトマトジュースに決まってる。設定、剣などを持たせたりと二次創作感たっぷりの超かっこいいフランは実装から半月以上が経過したが、レリック限定エピック限定という新たな領域のキャラクターたちを抜けば、その性能は超フェス弦以下の簡単に育成できるキャラクターというくくりの中では今なおぶっちぎり最強のパワーを誇るキャラクター。つまり4月のエピックが出るまでは間違いなく歴代最強クラス。姉を抑えてその時期までは歴代最強と言っても過言ではない。フラン、お前がナンバーワンだ。さて、超フェス最強キャラの実力を解説していこう。このフランドール・スカーレットは、アタッカーとして活躍できるキャラで、能力のありとあらゆるものを破壊する程度の能力愛曲は、有利属性に与えるダメージを 30% アップ。結界異常凍結毒切りの結界1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ。この能力で凍結や毒切りの結界1枚につき、火力に関わるステータスを強化できるため、凍結や毒切りを付与できる、ヘカーティアやセイガなんかと相性がいいぜ。状態異常付着系キャラは強い傾向にありますよね。これでとんでもない火力を出せるんだが、さらにサポートもまさにぶっ壊れている。スキル2で、自身の霊力を 1.25 上昇。味方全体の命中を2段階アップ 3T。自身にファストを付与、CT を、またスキル3で3段階のクリティカル攻撃とクリティカル命中バフを味方全体に付与することで、命中率に不安がある破壊式と組ませるとうまく噛み合うようになり、スキル1では味方全体の霊力上昇も可能という、姉御疾走コーマ感をまとめるだけあって性能がまさに正統派のリーダーらしい性能。サポートがエピック並みってヤバすぎる。そこなんだよ。ガチャには天井が存在し、ガチャを1回引くごとに1ポイント貯まるんだ。250ポイントまで貯めるとハンター狩りの吸血鬼フランドール・スカーレットと交換可能なのが偉い。なので美課金者、無課金も頑張ればと釣れちゃいますね。最近の強キャラは育成に貴重な玉片白、片白が必要なのに対し、フランは配布量が急増した天片白で育成できるのでそこも含めて言えばこのゲームにおけるコストパフォーマンスナンバー1のアタッカーと言えるぜ。課金とかあまりできないという学生さんはまずこのフランを狙うようにしていこう。次回の非風フラン復刻では狙っていきたいところですよこれは。このような性能からロスワの歴史を塗り替えたんだが、さらなる強者が2022年4月に登場したんだ。
それでは次に紹介する、2022年革命者の一人は、髪を下ろす祈祷師白霊霊夢だぜ。最強の中でも最強と名高い青霊夢ですね。こちらは2022年4月30日時開催の継承され至高神の神楽エピックお祈りで登場した、エピックお祈り限定輩出のキャラクター、東方ロストワードのメインストーリー第3章から登場する、別世界の青い霊夢なんだよ。単独で動くこともあれば、小さな大妖怪や仲間たちと行動を共にすることもあるんだぜ。絵札では、小さな大妖怪と合わせて正体不明の結界チームとも言われているぞ。またロリゆかりの登場も期待大ですよ。なんせチュートリアルから登場している超重要キャラだからな。もし未実装のキャラについて知りたい方はこちらを見るといいぞ。霊夢といえば、紅白巫女と呼ばれるだけあって、赤と白の巫女装束がおなじみだろ。この青霊夢は元々のルイチ霊夢の赤色の部分を青色に置き換えたような形になっているんだ。なので袖もやっぱり長い。白霊銀行。そしてこの青霊夢、原作でも拝むことができるんだぜ。東方神秘録東方憑依花などの 2P カラーとして用意されていて、主に格ゲー作品の対戦で見ることができるんだぜ。青色になっただけあってクールな雰囲気がありますよ。そんな青霊夢はエピックという別格のレアリティで登場し、先ほど紹介した非夫婦乱を超え青霊夢に火力1位の座を明け渡すことになったんだ。あの性能を超えるってマジ？まず注目すべくは能力で霊気を操る程度の能力、有利属性から受けるダメージを 35% ダウン、有利属性に与えるダメージを 35% アップ、結界異常燃焼凍結帯電の結界1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ。このように防御も攻撃も完璧にこなせる最強能力となっているぞ。しかもロスワでは強い付着系でもあるんだよ。ということでスキルについても見ていこう。まずスキル1の更新火の株土は最強。味方全体のクリティカル攻撃を3段階アップ 3T。味方全体の命中を3段階アップ 3T。味方全体に結界異常燃焼を2枚付与。といったようにロスワで最も欲しいサポートを全体に3段階アップしてくれるという壊れ性能。味方全体に結界異常燃焼を2枚付与というのは否めないが、組み合わせによっては問題ないぜ。最近のキャラで言うとバカンスの魔法使い霧雨マリサや、白銀の風藤原の模倣はこの状態以上にかかりませんね。ちなみに燃焼の効果は陰光、影棒が低下し、ターン終了時にダメージを受けますよ。このダメージによって体力が0になることはありません。言っちゃえばポケモンの火傷状態と思ってくれればいいぜ。そしてスキルに更新雨の冬絹は最強。自身の結界を2枚増加。味方全体の妖怪から受けるダメージを 50% ダウン 2T。味方全体に結界異常凍結を2枚付与 4T。大幅にダメージをカットすることもできるんだよ。味方全体っていうところが偉すぎます。注意としては妖怪にというところだがな。そして最後にスキル3の更新竹三日月も最強。いや全部最強やないか。レベル10再使用ターン数を、自身の霊力を 2.00 上昇。相手単体に結界異常帯電を3枚付与 4T。相手全体のクリティカル回避を2段階ダウン。というロスワというゲームにおいて欲しい能力を全て注ぎ込まれた。パーフェクト霊夢。なお犠牲としてスイカの力を吸収。能力もスキルも隙がなさすぎてヤバすぎますよ。自身の攻撃力を強化して相手に状態異常を付着させて回避性能もダウンさせるという圧倒的スキルを持っているんだよ。東方プロジェクトの主人公がラスボスみたいな性能だったけん。青天井のガチャ、幻突の難度の高さ、最適絵札の入手の難しさなど課題は多数あるんだが、強さに関しては間違いなくトップと言っていいキャラ、低コストで運用する場合も強力なキャラなので、もし入手しているなら幻突できていなくても編成を試す価値は全然あるぜ。それならエピックといえど、全然狙いに行く価値ありじゃないですか。青霊夢は結界増加、防御バフ、など高難度シーンで必要な耐久要素、霊力増加や攻撃バフ、結界異常によるバフや残烈硬質バフといった周回要素両方を所持しているキャラだからいろんなところで大活躍してくれるぞ。しかしやはりそれだけの性能を持っているんだが育成のしにくさもピカイチ。専用の片白が必要だったり、天井がなかったりするんだよ。と言ってもこれだけのスーパー性能なことからとつらなくても強いので問題ないんだがな。だがしかし、2022年6月この霊夢と引きを取らないほどの強さかつ、十分に育てやすいキャラが登場。それでは次に紹介するのは2022年6月30日開催の運命戦場のサーマリテレリックお祈りで初登場したキャラクターの、指先の熱レミリア・スカーレットだ。東方ロストワード史上初のレリックお祈り限定キャラクターとして実装されることになったキャラクターなんだ。出ましたレリックキャラ。神曲と連動した最高すぎるキャラたちですよね。レリックキャラの特徴としては能力は消滅されているんだ。なのでこのレミリアも能力は運命を操る程度の能力消失。ロストワードによって能力も消滅されるようだ。もともと
と運命を操る程度の能力については謎が多いんですよね。ちなみにこの運命を操る程度の能力は作中では具体的にどんな力なのか明かされておらず、この能力を使ったと明示したシーンはないんですよ。レイムさん説明ありがとう。第1弾指先の熱を見てみるとどうやら、特に従者のイザヨイ昨夜と何か関係があるようだ。レミリアの立ち絵を見ると、昨夜の愛用している懐中時計と緑色のリボンを持っていることからも読み取れるぞ。あと持っているグングニルの正体がとんでもない。歌詞には救いを求め伸ばす指先とあり、コウマ館の住人と触れ合っていた時の指先の感覚を思い出して熱くなっているのではと思われるぜ。この素敵な曲を担当したのは、島宮英子さんと幽閉サテライトだぜ。ちなみに島宮英子さんは日暮らしの泣く頃にのシリーズでは主題歌を担当したりしているアニソン界のレジェンド。さすがは幽閉サテライトさんなだけあって原曲の活かし方が上手で本当に幻想的な曲です。ここまですごいと、亡き王女のためのセプテッドが改めてもっと好きになれちゃうよな。このように初めてのレリック、曲との連動キャラという登場なだけあって性能は歴代トップクラスの実力を持っているぞ。このレミリアはレリックキャラとして通常のキャラよりも高い攻撃性能、また攻撃支援性能を揃えたハイスペックなアタッカー。まず総合強さが7575は高すぎますよ。しかも味方への防御支援も行えて、さらに自身の火力も攻撃支援も最高水準なので多くの場面で編成することが可能なんだぜ。自身に燃焼状態の結界が多いほどバフを得る能力と遠行バフ、そして影棒でバフを両立したアタッカーなんだよ。この攻撃力バフ、防御でバフともに味方全体、相手全体にかかるので味方の支援もできる上に、クリティカル攻撃バフやクリティカル防御デバフもスペカで行えるんだ。デバフとバフをうまく使い分けることができる上に最強のアタッカーということか。まず注目すべくは能力の運命を操る程度の能力消失、有利属性に与えるダメージを 30% アップ、不利属性に与えるダメージを 30% アップ、結界異常燃焼の結界1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ、グレイズ使用時、味方全体の命中を1段階アップ 1T、スキルはレディノスフェラプ、味方全体の陰光を2段階アップ 5T、味方全体の陽光を2段階アップ 5T、自身に結界異常燃焼を3枚付与 5T、そして CT8、陰光、陽光バフを味方全体に5ターンもの長期間与えられるので、バフを累積させやすいのが特徴。レリックなのにガチでエピックで最強の青レイムとタメを張れる性能だと？そうなんだよ。この能力とスキルを見てわかる通り、レミリアは燃焼バフのおかげで攻撃支援は概ね行えるのでぶっ飛んだ火力を出せるんだ。またスキル3のノーライフプリンセスは、相手全体の影棒を2段階ダウン 3T、相手全体の陽棒を2段階ダウン 3T、相手全体に結界異常燃焼を2枚付与 4T、CT4、デバフを与えることも可能で非常に優秀。自分でがっつりとバフをかけて能力をアップできるので、このデバフは偉い。自分で底上げできるから下手にサポートなんか入るよりデバフの方がいいということですね。そう、レミリアはスペル2で敵全体に2枚ターゲットに1枚スキル3で敵全体に2枚燃焼結界の付与ができるので、たった 2T で敵全体に燃焼結界を6枚から7枚付与が可能。幼女破壊神ここに現る。なので、さらにスキル3のデバフでさらにダメを与えられるから強すぎるんだよ。また青レイムとの相性もいいのがでかいですよ。天井もあるので、課金する気があるなら確実に入手できるのも利点。さらにエクセレントなポイントとしては演出。スペルカードも激アツすぎるし、ロスワでフランが映るシーンは神すぎるんだ。またよーく見るとレミリアが仲間との思い出を思い出して嬉しそうに笑っているぞ。スペカ打つたびに泣けてきますよね。それな。持ってないけど、2.5 周年の生放送で復刻っぽい発言で期待したのは私たちだけではないはず。ちなみにイベントの VS フクレイや記憶遺跡課題報酬などで手に入る絵札があるんだが、解説ではコウマ館組がレミリアに対するコメントを添えられていて非常に濃い。ぜひ読んでみてほしい。運営者さんの熱意の凄さ本当によくわかる。このように曲、演出、最強性能だということで大きな話題になったんだが、それを塗り替えるかのごとく登場したのが10月に登場した 2.5 周年キャラ。さて、最後に紹介するのは、2022年10月28日開催の海魔法使いと恋の季節エピックお祈りで登場した、エピック限定キャラクターのバカンスの魔法使い霧雨マリサ。同じくエピックの水着レイム楽園の勇敢な巫女と同時期に登場しましたよね。水着レイムも強いんだけどこのマリサは、修正されるかもしれないほどの最強スキルを持っていること。このマリサの範囲記号は C3 となっているぜ。それにしても二人とも今水着って寒そうじゃないですか？この世界では常夏に酔う世界軍とされているんだ。
だから水着でも大丈夫なんだよ。ちなみにスペルカードはコイフマスタースパークのような放水、ブレイジングスターのようなチュービングとなっていて、霧雨マリサらしく水に関する遊びをしているんだぜ。なるほど、レイムは気質が晴れなので、ビーチ系の遊びとなっているのか。そんなバカンスの魔法使い霧雨マリサの総合強さは7800とぶっ壊れの高さ。味方全体の霊力を 1.25 上昇させるスキルを持つ支援式。味方全体の攻撃力と霊力を上昇させることに特化。味方全体の結界を増加させるサポートも可能なんだ。能力で結界異常燃焼凍結帯電を体力に変換するぜ。味方の攻撃力上昇も結界の増幅で防御面もこなせる有能なサポートに、状態異常で回復って偉すぎる。そのぶっ壊れているスキル1はスポーツキノコドリンク。いやどんな味のスポドリなんだよ。味方全体の陽光を2段階アップ3定。味方全体の炎光を2段階アップ3定。味方全体のクリティカル攻撃を3段階アップ2定。C 定に、味方全体の攻撃力を上げまくる上に、再使用数2定のスキルで無限にバフ持続定数を上書きできるという衝撃のスキル性能をしているんだ。いや強すぎでしょ。2ターンごとにスキルで味方全体の陽光、陰光、クリティカル攻撃を上昇できるとか壊れてる。ああ、エピックだけに許されたチートスキルなんだ。また攻撃だけではなく、命中霊力結界などなど、その他にも補助できるという超万能型。さらに能力の魔法を使う程度の能力海が、不利属性から受けるダメージを 30% ダウン。結界異常燃焼凍結帯電にかからずに体力を 5% 回復だったりと防御もがっつりこなせる上に回復もできるという規格外の性能なんだよ。胸も規格外だったしな。なぜレイムには与えなかったのか私は運営に問います。またブースト使用時、味方全体の陽光を1段階アップ 1T、グレイズ使用時、味方全体の陽光を1段階アップ 1T、という風になっていて、1T 目から全員の陽光を10段階アップできるというものになっているんだ。また結界異常燃焼凍結帯電にかからずに体力を 5% 回復が青レイムの状態異常付着とどれも当てはまっていて、相性が抜群なんだよ。この2体を持ってたら最強パーティですね。さらに、拡散ショットは122型、3段階目に確定スタン付与があるぞ。相手単体に 100% スタンも与えることができちゃうの？ちなみにこのマリサが土属性攻撃を使えるのは拡散ショットだけなので、土属性攻撃を行いたい場合は拡散ショットに頼ることになるだろう。また1段目には氷解弾効果もあるんだ。凍結を付与できる味方がいる場合は優先的に使う価値があるぜ。またスペカに関しては、ブレイジングスターのようなチュービングは131型、星属性4発を撃てる相応に優秀なスペカ、星属性弱点なら2段階ブーストで使う価値があるんだが、そうでないなら攻撃後の結界増加を目当てにブーストせず使ってもいいぜ。1段目、3段目は目立った効果が少ないので、ブーストするなら2段階目まですべきですね。このように2022年はあまりにも規格外の登場をしているんだ。どのキャラも欲しいですよ。ああ、年明けにはまた最強の超フェスキャラが登場すると思うから楽しみに待っておこうぜ。それでは今回の授業を終わるぞ。視聴者さんはどの革命キャラが好きかよければ教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。